これが左手デバイスの最大のメリットだって。編集作業をするクリエイターも全員買った方がいい。はい、どうも宮田です。今日はですね、ちょっとツアーボックスさんっていうメーカーさんから製品を送っていただいての動画になっております。もうここにちょっと出してるんですけど、こいつですね、ツアーボックスエリートっていう左手デバイス、コントローラーの紹介になります。皆さん左手デバイスとかって使いますかね？編集をね、ヘビーにやる人とかだったら、一回チェックしたことはあるんじゃないかなっていう感じなんだけど、そうそう、この動画見る人、僕のこと知らない人も多々見るかもしれないので、ちょっと軽い自己紹介をしておきますが、僕はフリーランスのフォトグラファーをやっていて、撮影から編集とかレタッチって言われる作業をねすることが多いんですけど、そういった編集作業をするときにキーボードだったらねショートカットキーとかこうやって駆使するんだけど、そういうのを左手にねこういうコントローラーに集めて最大限に効率化するデバイスっていうのがこういう左手デバイスっていうものになっています。でこのツアーボックスさんのこのツアーボックス今回エリートっていう製品なんですけど、従来機種が多分2機種ぐらいあって、見た目はほぼほぼ一緒なので見たことはあったんですよ。で気になってはいてどんなもんなのかなって思ってたんですけど、今まで手に入れずにいて、で今回ツアーボックスさんからね連絡いただいて一回試してみませんかっていうことで送ってもらったっていうものになっています。いつものごとく、ちょっと偉そうに視聴者さんの不利益になるようなレビューはしませんよって偉そうに言ってるんですけど、今回ね僕これもう最初に言っときます。めちゃくちゃ気に入ってるんで、その熱量でちょっと話していきたいんですけど、もうちょうどこれが届いた時っていうのが編集作業っていうのがもうめっちゃたくさんあって、もう実務でも使っていて、その上で僕はめちゃくちゃいいなと思ったので、その辺僕の気に入った点っていうのをメインに話していけたらなと思うんですけど、これね、まず最初に見せたいというか言いたいのがこの変な形状あるじゃないですか。変なって言ったら怒られるかな。この独特な形状があって、これ見た目だけ、この製品だけをなんか情報として見てた時っていうのはこの形どうなんだろうなって思ってたわけですよ。なんか変なデザインだなと思って見てたんだけど、これが使いやすいね。これが使いやすい。マジで使いやすい。なんかこういう左手デバイスって何個か僕も試したことはあったんですけど、なんか手に馴染まないというか、結局その効率化するっていう観点から言うと本当にできてんのかなって思っちゃうものが多くて、その要因っていうのがなんか結局ブラインドタッチで使えないものが多かったんですよね。なんかいろんなものがありますよ。ダイヤルがついてたりボタンがたくさんあったりとか、それにいろいろ割り当てて使うんですけど、結局左手デバイスの最大の効率化って何かって言ったら画面から目を離さずにこの手元で全部ツールを切り替えれることだと思うんですよ、僕は。なんですけど、他のものとかで触っている時になんか馴染まなくて、じゃあこのキーを割り当てたボタンってどれだったっけなってなった時に同じような似たようなボタンが配置されてると手で探せないんですよね。ってなった時にこのツアーボックスってこのボタンの形も違うし、この隣り合ったボタンでこの手触りの違うのボタンによって、こことかはねマウスのクリックみたいな操作感だし、ここはなんかもう本当にボタンって感じ、十字キーのボタンとか、ここもマウスのクリックっぽいかな。でここ横にもボタンあるんだけど、こことかなんて言うんだろう、なんかラッチ系のボタンっぽい感じだったりとか、同じダイヤルでもつまんで回すダイヤルとスクロールするダイヤルと回し続けられるダイヤルとっていうね、なんかそれぞれの機能に割り当てるときに手で触って違いがわかるっていうコントローラーの配置になってるわけですよ。これがね本当に良くて、僕はもう1件目その編集にこれ投入して、最初はね割り当てながらいろいろ自分の使う機能っていうのを割り当てながら使っていくから効率化っていう意味で言えばむしろ時間がかかる部分もあったんですけど、もうなんか1回自分のやる編集作業によく使うツールっていうのを割り当てちゃえばもうガシガシ使えるんで、これね本当にびっくりしたんだけど、なんかみんながみんなそうかわかんないんだけど、なんか上下左右とかさ、じゃあなんか上にあるボタンとかさ、下にあるボタンとかさ、つまむダイヤルとかスクロールとか回転とか、なんか操作に脳みその中で直結していく部分があって、でなんかそういう感覚的にバチッとはまるツールを割り当てると、もうなんか本当にパッパッパって使えるの。これが左手デバイスの最大のメリットだって思った。マジで。でね、そのボタンを単純に押すのとかもそうなんだけど、組み合わせて押した時の動作とかもいろいろあって、その辺まで扱うとまだそこまでいじりきれてないんだけど、そこまでやっていくともう膨大な設定ができるようになるわけ。それを頭の中に全部インプットしとくのは大変かなとは正直思うんだけど、でもねそういう時によく考えられてんだけど、画面上にコントローラーの割り当てとかを綺麗に映してくれる機能とかもあるわけですよ。ここに割り当て
当ててた機能ってなんだっけなとか、あの機能ってどこに割り当ててたっけなとかっていうのをこうソフトウェアで確認できるので、そういうところも使いやすいし、何よりソフトウェアの完成度が高い。まだ正式リリース前らしいんだけど、僕が今これ使ってる時で言うとね、それにしても見やすいし、使いやすいし、もうぶっちゃけ今こう届いてからね、しばらく1週間ぐらい使ったかなっていうぐらいだと、全然火の打ちどころがないというか、これ本当に言わされてないですよ。なんか気に入りすぎてバイアスがかかってるのかもしれないけど、今んとこ本当にファーストインプレッションとしての感想、正直な感想として言えば、僕はもう編集作業をするクリエイターも全員買った方がいいっていうぐらい手に馴染むデバイスだと思うので、もう日常的にね、そういう作業が多い人っていうのは一度、とりあえずね、チェックしてみる価値っていうのは絶対にあると思う。なんかもうマジで PR というか宣伝みたいになってるけど、ただのレビューなんで、正直に話してると、とりあえず今クラファンやってて安く買えるみたいなんで、一度チェックして、買った方がいいんじゃない？わからん。今回ね、この動画本当に一発目の動画として短くまとめた動画っていうのを1本くれって言われたので、短くこうまとめてて喋りきれてないので、今度ね、改めてこう詳細なことを喋る動画っていうのも出していきたいなと思ってるので、本当に大丈夫かなって思う人はその動画を待っててほしいんだけど、とりあえず本当に今僕の個人的な感想で言えば、こう今編集作業からこれじゃあ回収しますって取られたらちょっと困るなっていう感じになっているので、もう本当に一度チェックすることを強くお勧めします。はい。ということで、普段は写真とかカメラとか気になるガジェットの話をしているチャンネルになっているんですけれども、面白かったとかためになったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、今日の動画はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。